はい、井上ゼミです。ということで今回はですね、スピノザのエチカの第7回目ということで、今回はですね、スピノザと現代社会ということで、このね、今回のテキスト、こちらのね、国分さんの書かれたこのテキストで最後にですね、国分さんがですね、スピノザと現代社会を関連付けたお話をしていたので、そのお話をね、今日最後にしてみたいと思います。はい、じゃあ早速入っていきますけれども、まず AI ですね。AI ブームっていうのが、現代社会によって今ですね、言われてますけれども、そこでですね結構ですねその AI が人間のね仕事を奪うんだみたいなことで、心配しているようなね、そういうような状況で AI が問題になったりするということがあると思うんですけれども、国分さんがねそこでですね AI ブームに関する危惧を抱いておりますので、そのお話ししてみたいと思います。まずですね AI について、少しお話ししたいんですけど、まずね AI 人工知能っていうのは本当に知性に到達しているのかっていうふうに、国分さんは、疑問を投げかけるわけですね。でそもそもですね AI がですね知性に到達しようとしているのかっていうことも疑問だということなんですね。でここで大事なのはこの知性なんですね。こっちは知能じゃないですか。知能ではなくて知性。ここに人間と人工知能の隔たりがありますよっていうお話なんですけど、これね AI っていうのはもう計算機の仕事めちゃくちゃ高速にありますよね。大量な情報をもう人にはとてもできないような大量な情報をめちゃくちゃ高速で処理をすることができるわけですね。しかしその計算機の仕事っていうのは知性とは関係ないというお話をしてます。あ、なるほどなとね、一見なんかこれは人間に近づいていくような、人間をもうはるかに上回っているように思いますが、そうではないという話ですね。でそれから AI にはですね創造行為よりも想像力イマジネーションですねの方が難しいというお話をしています。これねよくこっちの創造性クリエーションの方は割と言われますよね。AI には、創造行為が難しいんじゃないかという話を、するんですけれども、こっちはですね逆に言えばですね適当に情報を組み合わせることによってそれだけでですね何かを作り出すことができるということがありますから、創造行為っていうのはある程度こっちの方がどっちかというと容易、に対してこの想像力イマジネーションの方は AI にはもうはるかに難しいというお話をしています。これなぜかというと想像力にはですね他者感覚っていうのが必要だということなんですね。でこの他者感覚って何かっていうと、相手がですね自分と同じような存在であるという感覚のことです。この感覚を AI は持つことが難しいということなんですね。で、そもそもですね AI っていうのには AI にはですね自分がないってお話をしています。で自分がない、なので他者感覚を持ち得ないわけですね。自分というものがないので他者感覚も持ち得ない。したがってですね欲望を持つことができないということを話しています。欲望を持つことができない。この欲望っていうのはねあれで見ましたね、本質のところで見ましたよね。コナティスですね。コナティス、自分自身の存在を維持しようとする力のことですよね。力、そのコナティスの性質の一つがこの欲望を持つってことでしたよね。この欲望を持つことがそもそもだからできないよっていうことを言ってます。この辺がもう全然 AI と人間が違うということなんですね。で、ですねでさらにですね AI にはですねこの身体も精神もないということをおっしゃってます。なので逆にですね AI のことをうんぬん考えるというよりも、逆に私たちはですね自分たちの身体が何を成し得るかとか自分たちの精神が何を成し得るかっていうことを、が分かってないと。なのでそこを考えるべきだという話をしてます。ね、なので本当はですね AI ブームっていうことで人間のね特性を理解しようとする傾向が強まってもいいんですが、それが一向に強まらないというお話をしています。ね、面白いですよね。確かに人間のじゃあ特性って何かっていうことをね、身体が何ができるか、自分のですね自分たち人間が何ができるか、精神が何ができるかっていうことをあんまり考えるっていう方向にねあんまりいかないですよねこっちで。そこからですね国分さんが危惧を抱いているんですが、それは何かっていうと AI が人間に近づくことではなくて人間が AI に近づくことであると。ね、まさにここ僕もねすごく共感します。これはもう本当にそうだなと思いますね。人間がなんかAI に駆逐されていることを心配する前に人間が AI に近づいていってるっていうね、ここを心配した方がいいんじゃないかというのは僕もすごくよくわかります。
というのはですね、僕はねここでつなげと思ったんですけど、よくねやっぱり今最近ですね、相手をですね、理解しようと、ここでもそうですよね、こう人間の特性を理解しよう、こう理解していこう、他人をですね、他者を理解していこう、目の前の相手を理解していこうという姿勢ではなくて、こうすぐにね相手を判断したり評価したり、何かこう決めつけてレッテルを貼ったり、何かこう名付けて終わりにしちゃう、そういうふうな姿勢を取るっていう、そういうことが結構現代社会の人間はやってしまいがちなんですよね。でそれって逆に言ったら AI ですよね。まさに AI ですよね。 AI はそういうことにものすごく長けてますよね。すぐに判断することができる、で白か黒か決着をつけるのにものすごい高速な速さでそれを決定することができるわけですよね。で一方ですね、じゃあ人間は何がやれるかっていうと、人間はこの相手を理解していこうという、これができるわけですよね。だから、単にですね判断したり評価したりっていうようになことをやってると、おそらく AI に近づいていく、と思うんですけど、そうじゃなくて相手を理解していこうということが、僕はねその人間ができるとても大切なことだなと思います。でこれなんでかっていうと、これね心理の話のところで、前回心理の話しましたけど、そこで認識の二重性っていう話をしましたよね。でその時に何かをこう認識する、だから相手を理解していこうということで相手の何かを理解していくことができたら、自分の認識が変わりますよね。でその時に認識の二重性っていうのは、自分自身それを認識したと同時に、自分自身が認識した後はまた自分主体が変わる、変化するという意味での認識の二重性がありましたよね。変わった自分を認識する。なのでそこで自分自身が変わっていくわけですね。つまり自分自身のことをよりよく知ることができるわけですよね。相手を理解していくことで自分自身のこともよりよく理解していく、そういう話を前回したと思うんですけれども、まさにこっちだなと、人間がねやること。だからこういうところにもスピノザがね私たちに教えてくれることってあるんだなというふうなことを感じました。ということで国分さんのですね、AI に関するお話でした。で次ですね、もう一つね現代社会と関連づけてお話ししていたのがですね、この人間のマニュアル化っていうやつですね。これどういうことかというと、今ね結構いろんな仕事とかでもこうマニュアル化されてね、マニュアル化がどんどん進んできてますけれども、それがですね、行くとこまで行くと人間をマニュアル化してしまいかねないよっていうお話なんですね。なのでこれね、人間そのものがね一つのアルゴリズムとして扱われてしまうと、あるいはこれいくらでも取り替えがね効く存在として扱われてしまいますよというお話をしてます。でちょっと面白かったエピソードがあって、そのね仕事でね、その笑い方までね、こういう時にはこういうふうに笑いましょうっていうマニュアルがねこうできてくるとかですね、そういったですね、お話もされていて、もうねちょっともうまさにこっちですよ。もう人間が完全に AI に近づいていくっていうね、人間そのものの笑顔っていう、なんかこういうなんかその自然に出てくるようなものも、全部マニュアル化されていくっていうね、もう完全にこっちですよねっていう話をしてまして、でねここで大切なことはですね、この労働を経ながらね、その仕事をしていくことを経ながら、労働者のその主体が少しずつ変容するというそのプロセスですね。そのプロセスは無視されてるってことですね。ここ大事ですよね。前回見ましたよね。その真理の獲得のためには、そのスピノザはですね、一連のその体験の流れ、認識の二重性とか主体の変容っていうその一連の体験のプロセスをとても大切にしますよっていう、そういうお話しましたけども、まさにここは無視されてますよね、完全に。だから結果だけを見るから取り替えが効くし、みんな一様な反応を示すようにアルゴリズム化される、マニュアル化されていくというところがあるということで、なのでもう近年ではですね、この熟練とかね、よく仕事職人とかありますよね。もう何年もかけてやってきたその熟練という言葉自体が死語になりつつあるというお話をしています。ね、これもねすごく僕たち今現代社会の人間が考えるポイントかなと思います。はい、ということで、結構ですねこの現代社会についてですね、スピノザがですね、非常にですねこう考えるためのヒントを与えてくれるということで、国分さんがおっしゃっているんですが、この近代をね、じゃあこの近代の成果 AI とかですね、マニュアル化していくっていうこと、これを全否定するのは馬鹿げてますよってお話をしてます。そういうことではなくて、
現代社会のそういういろんなね AI とかそのマニュアル化されていくっていうことにもやっぱりこう問題が出てくるということで、近代をですね反省する手助けとしてですねそのスピノザっていうものを有効に使っていきましょうということなんですね。でそれがですね今まで見た4つの概念ですね。例えば組み合わせとしての善悪であるとか力としての本質、それから必然性としての自由、それから力の表現としての能動ですね。能動受動ね、僕のテンションがマックスに上がったっていうね能動受動の捉え方、あるいは最後に見たですね主体の変容をもたらす真理の獲得っていうね、こういった4つのねスピノザの捉え方ですねを、私たちはですね自分たちの問題をこう解決するね手助けとして、使えるんじゃないかというお話をしています。で、そんなことをですね、現代社会に絡めて国分さんがおっしゃっていたんですが、最後にですねこれも面白かったんでお話ししたいんですけど、哲学を学ぶってじゃあ一体どういうことなのかってことなんですね。哲学を学ぶね。なんとなくイメージとしてなんとなく机の上でですねなんか難しい書物を読んでいてただこうね思索にふけっているっていうね哲学、なんかそんなイメージありません皆さん、どんなイメージあります哲学に、そんなようなイメージだと思うんですけれども、なんかこう浮世離れしたね世間とは浮世離れしたことをやってるようなそういうイメージあると思うんですけど、そうじゃないよってお話をしています。どういうことかというと、これドゥルーズっていう哲学者がですねこういうふうに言ってると。哲学っていうのは概念の創造であると。概念を創造するのが哲学だと。で哲学者はですねその概念を創造するものだと、それが哲学者だということを言ってるんですね。でその上でですねその哲学者が作り出した概念を体得してそれをうまく使いこなせるようになることが哲学を学ぶことだって言ってるわけですよ。ね、ここ面白いですよね。もう全然そんなかけ離れた浮世離れしたイメージではないですよね哲学が。でそれをここで当てはめて言うと、このうまく使いこなせるようになるっていうことはこのね手助けとしてのスピノザの今までね、お話ししてきたこの4つの概念、これをうまく理解してうまく使いこなせるようになること、それを哲学を身につけることって言ってますね。哲学は身につけるものなんですよね実践において。もうこの辺のね僕も哲学を学ぶっていうかもう定義が大好きですね。もう僕は本当にもうすごく共感します。すごくテンション上がります。でなのでですね、もうねこれもね結構ね国分さんもやっぱりそういう気持ちが強いんでしょうね。結構ね力強い言葉でねこうおっしゃってます。哲学が研究の場に閉じ込められるようなことは断じてあってはならないと。ね、そして哲学を専門家が独占するようなこともですね断じてあってはならないということをおっしゃってます。ね、この辺ももうすごいもうテンションマックスですよねもうね。でじゃあどうするかっていうとですね、じゃあどういうことかというと哲学はですね万人のためのものですよってことをおっしゃってます。ね、あんだけなんか特定の一部の人の浮世離れした人たちがやっている小難しい学問というイメージがつきがちな哲学が違うんですよね。万人のためのものなんですよね。万人が使えるもの、これねスピノザ自身がこういうふうに言ってるわけですね。つまりスピノザは世の中の人がねもっと自由に生きられるようにという願いを込めてこのエチカを書いたんですって。ね、もうこの辺がだからもうやっぱりスピノザもそうですし、国分さんのね、言っているおっしゃってることもすごく共感するなっていうのはこうつながってるんですよねここがね。で僕もまたねそういうふうな、ことをねこういうことを知ってですねすごく面白いなって思ったし、自分もねうまくこう使いこなせるようにね、哲学、もっとね理解していきたいというふうに思いました。はい、ということで、第7回目最終回の今日はですね、国分さんのですね現代社会 AI とかマニュアル化が進んだ現代社会と、スピノザのですね、お話を絡めた、ことであるとかですね、あと哲学を学ぶってどういうことなのかということについてのお話をしてみました。はい、ということで、スピノザで、長かったですけれども、これで終わりです。はい、で今回ですねこの参考にしたこのテキストねこれめちゃくちゃ読みやすいので、スピノザのエチカね、僕はね書店でねその岩波文庫版をねこう見てね、全然これめっちゃ難しいなと思っても買うのすらやめたんですけど、まずねそっちに入る前にこれをねまずはね読んだ方がすごく分かりやすいかなっていう導入としてはすごくね分かりやすいなと思いましたので、もし興味があったらですねこちら読んでみることをお勧めします。
はい、ということで、今回ですねスピノザ以上でございまして、次回また別のテーマでお話ししたいと思います。じゃあまたね。